突然ですが、AI に関する2つのデータをまずはご紹介します。2025年1月から3月までの3ヶ月間で、世界全体のベンチャーキャピタル投資総額は1263億ドル、約18兆円。そのうち AI 関連企業への投資額は 57.9% にあたる731億ドルに上っています。ちなみにインターネット黎明期だった1995年から1998年の4年間に IT 系テック企業に投資された総額が約259億ドルです。わずか3ヶ月でインターネット黎明期4年間の投資総額の3倍近い投資が AI に集中しているのです。今の AI 技術への投資がいかに凄まじいものかがわかるでしょう。一つの技術分野にこれだけ投資が集中したことは人類史上なかったことです。もう一つ、学術研究においても凄まじいデータがあります。コーネル大学の調査によると、今現在人類が研究を行っている333の研究分野のうち、研究に AI 技術を導入している分野が全体の 98% を超えているそうです。つまり人類のほぼ全ての学術研究分野ですでに AI 技術が不可欠になっているわけです。これらの数字は何を示しているのでしょうか。それは今の AI 革命は単なる一過性のブームなどでは絶対にないということです。真の AI 革命はこれからが本番です。人類が過去に経験したことのない凄まじい技術革新がこれから訪れます。それは音楽業界も例外ではありません。この動画では今現在の音楽 AI の状況、そして今後 AI によって音楽シーンがどのように変化していくのか、4つの未来予測をお伝えしていきます。まずは2025年6月現在、最新の音楽生成 AI がどこまで進化しているか詳しく見ていきましょう。現在、音楽生成 AI の分野を牽引する2トップ、それがスノとユーディオです。リリックも含めて歌声まで生成してしまうこと。しかもそのクオリティが驚くほど高いことから世界中で大きな話題となり、この分野の注目度を一気に高めた立役者と言えます。スノは2025年5月に大きなアップデートがあったばかりです。バージョン 4.5 というモデルになりました。率直に言ってこの最新バージョンはいよいよプロが使ってもおかしくない領域に入ってきたと思います。ユーザーがコントロールできる要素が格段に増えて、単なるガチャではなく、ユーザーが個性を発揮できる余地が生まれてきてます。さらに、ボーカルのクオリティが劇的に向上して、AI だと判別するのは難しいレベルです。何曲か実際に聴いてみましょう。We I will stand on me in this dreamscape where shadows softly weave. Your silence is a promise I must keep. A shattered star, a path I walk alone. Yet in the 行きたいなんて思わない言い訳だけが上手くなるんだ。心に刺さったままのトゲは見ないふりして笑うしかないじゃないか。君を責める気はないんだ。分かってる僕の問題だ。そんなもんどうも意味もないだろう。一方、スノのライバルユーディオは2024年の7月にバージョン 1.5 へのアップデートがありましたが、その後約1年近くモデルのアップデートがありません。サービス公開から4回もモデルのアップデートを重ねたスノとは対照的で、注目度と進化のスピードにおいてスノに水をあけられた印象があります。しかし、ストリングスやビッグバンドの重厚なサウンド、転調や複雑なコード進行などの高度なアレンジにおいて、ユーディオはスノの最新バージョン 4.5 をもってしても生成できないような高いクオリティの曲を生成するポテンシャルがあります。次の曲もユーディオで作成された曲ですが、この素晴らしいストリングスサウンドを聴いてみてください。
in my life. スノとユーディオ。全く同種のサービスと見られていますが、意外とコンセプトには明確な違いがあります。カメラに例えると、スノはポラロイドカメラ、ユーディオは2世代前の一眼レフカメラといった感じでしょうか。スノが手軽さとスピードを重視しているのに対し、ユーディオは高いカスタマイズ性を重視しています。スノとユーディオを比較した場合、生成楽曲の平均クオリティで言えばスノの圧勝です。スノによる生成曲の平均点を 7.5 とした場合、クオリティのばらつきも 6.5 から 8.5 くらいに収まって安定しています。生成する曲にほとんど破綻がありません。対してユーディオの平均点は 6.0 くらい。しかも生成楽曲のクオリティの差が激しく、聞くに耐えないものも結構生成されます。出力のばらつきは 3.0 から 9.0 という感じでしょうか。なので、スノの方が圧倒的に使いやすいと感じる人は結構多いと思います。一方、スノではプロンプトの効きが悪い場面も多く、カスタマイズ性が犠牲になっている感があります。ただし、最新バージョンではこのあたりも大幅に改善してきており、非常に良いバランスになってきました。ユーディオはプロンプトの効きを良くするマニュアルモードを備え、ユーザーによるコントロールを重視しています。まさに一眼レフのようですが、アウトプットがなかなか安定しないので、2世代前の一眼レフと表現した次第です。僕自身もそうですが、音楽家であれば、ユーディオのコンセプトにより魅力を感じると思います。個人的にはユーディオバージョン2がリリースされた暁には利用を真剣に検討したいと思っています。とはいえ、先ほども言った通り、スノのバージョン 4.5 もかなり強力で、音楽に詳しくない人が手軽に音楽を作るのには十分魅力的なツールだと言えます。スノとユーディオ以外にも要注目の音楽 AI サービスはたくさんありますが、今回はその中から特に有望な2つのサービスをご紹介します。一つは日本発祥のサウンドロー。もう一つはヨーロッパの小国ルクセンブルグを拠点とするエイヴァです。この二つのサービスはどちらもボーカル曲の生成機能を切り捨て BGM サウンドトラック系音楽に特化することで独自の立ち位置を確立している点が共通しています。2024年時点でサウンドローのプラットフォームには全世界で55万7000人以上のクリエイターが登録しており、ビジネス的にも順調に成長を続けています。サウンドローでは楽曲の長さ、テンポ、ジャンル、ムードなどをメニューから選択することで、その設定に合ったオリジナル曲を AI が即座に生成します。25種類以上のジャンルに対応しており、生成後は曲の構成をブロック単位で編集したり、ミキサーモードで楽器ごとの音量を調整するなど、曲を自分好みにカスタマイズすることもできます。そしてサウンドロー最大の強みは AI の学習用データを自社で保有管理している点です。社内の作曲家チームが制作したオリジナルフレーズや録音した楽器サンプルなど、事前にライセンス処理された音源のみを AI に学習させています。このため生成される曲は既存の著名曲を盗用したりメロディーをそっくり模倣したりする危険性が極めて低く、生成結果の著作権クリアランスが保証されています。これは特に AI 学習に関するルールが確立していない現状においては強力なアドバンテージとなるでしょう。エイヴァは2016年創業で AI 作曲サービスの草分け的存在です。映画やゲーム向けの感情豊かなサウンドトラック生成を得意としており、モーツァルトやベートーベンなど古典作曲家の楽曲パターンを機械学習して音楽の数学的表現モデルを構築したと言われています。エイヴァは2017年に作曲家としてフランス著作権協会に登録されており、AI が正式に作曲家と認定される世界初の事例となりました。エイヴァの売りはカスタマイズ性の高さで、コード進行や曲の構成を細かくユーザーが指定、編集できるほか、楽譜や MIDI データのエクスポートにも対応し、プロの作曲家や編曲家がアイディア出しや下書きに活用するケースも増えています。詳しくは後ほど解説しますが、ゲーム音楽やサウンドトラックなどの BGM 系マーケットこそ生成 AI による影響を最初に受ける分野だと考えています。というか、すでに影響は出始めていると言っていいと思います。
サウンドローやエイバなどの優秀なサウンドトラック系サービスは、ビッグテックと言われる巨大企業に買収される可能性も含め、今後も目が離せない存在です。AI 音楽の現在地を語る際、メジャー3大レーベルがスノとユーディオを提訴した件に触れないわけにはいきません。2024年6月、世界3大メジャーレーベルであるソニーミュージック、ユニバーサルミュージック、ワーナーレコードの3社が AI 音楽生成サービスのスノ及びユーディオを相手取り、著作権侵害での訴訟に踏み切りました。原告側はスノやユーディオが無許可で膨大な楽曲をコピーして AI の学習に使用し、人間のアーティストの作品と直接競合し得る楽曲を生成していると主張しています。実際の訴状では、ユーザーがテキスト指示を与えることで、ザ・テンプテーションズのマイガールやマライア・キャリーの恋人たちのクリスマスといった楽曲の特徴を再現したり、マイケル・ジャクソン、ブルース・スプリングスティーン、アバなどの著名アーティストそっくりの歌声を生成できてしまう例が挙げられました。原告側はこうした行為が前例のない規模での著作権侵害に当たるとし、学習に用いた1曲あたり最大15万ドル、約2200万円の法定損害賠償金を請求しています。これは著作権法が定める1作品あたりの上限額いっぱいで、被告2社に対し数十億円規模の賠償を求めるものです。原告側の訴えに対して、スノ・ユーディオ両社は2024年8月に回答書を提出しました。両社は揃って我々の AI モデルは既存の楽曲からジャンルやスタイルの特徴を分析し学習しただけであり、音楽のジャンルやスタイル自体は誰かが所有できるものではないと反論しました。例えばオペラ、ジャズ、ラップといった様式そのものには権利は存在せず、モデルがそれらジャンルの特徴を学習材料としたこと自体は違法ではないとの立場です。提訴から丸1年が経過していますが、未だ公判は一度も開かれていません。現在も当事者間で証拠開示手続きが継続中です。訴訟のスケールが大きすぎてまともに争った場合、かなりの長期化が予想されます。水面下では和解に向けた話し合いが行われているという報道も出ていますが、いずれにしてもこの裁判がどのような結末を迎えるかが生成 AI と既存産業間のルール作りにおいて大きな影響を及ぼす重要な訴訟であることは間違いないでしょう。ここまで AI と音楽をめぐる現在の状況を詳しく見てきました。いよいよこれらを踏まえて4つの未来予測をしていきます。一つ目は正直、すでに始まっている変化です。BGM 系音楽とはゲーム音楽や映像作品のサウンドトラックなどを指します。これまでこういった BGM 系音楽の多くは、それを専業とするサウンドクリエイターがクライアントから発注を受ける形で生み出されてきました。そういったサウンドクリエイターに求められる能力は斬新なアイディアや独創性というよりはどちらかといえば豊富な知識と経験に基づいてクライアントの求めるものを的確に形にする能力です。そしてそれは学習を繰り返してクオリティを高めていく AI にとって得意分野と言って良いでしょう。先ほどご紹介した日本発祥のサウンドローはサブスクリプション型の有料サービスにもかかわらず、すでに55万を超えるユーザーを獲得しています。ユーザーの多くは自身の YouTube 動画や Twitch 配信の BGM として生成楽曲を実際に利用しているのです。次のフェーズでは、これまでマーケットを支えてきた既存のサウンドクリエイター自身が AI を活用してより短期間に大量の楽曲を制作するようになるでしょう。ソフトウェア開発の世界では、すでに 63% の開発者が AI を利用してその生産性を 26% も改善しています。それと同じことが BGM 系音楽の分野でも起こるという考えに基づいた予測です。AI が誰かの職業を直接奪うということはありませんが、AI を活用するクリエイターと活用しないクリエイターには明確に格差が生まれます。AI を活用するクリエイターはより業績を伸ばし、結果的に BGM 系音楽のマーケットは AI が主流になるでしょう。これが音楽産業に最初に訪れる変化です。先にお伝えした3大メジャーレーベルがスノ・ユーディオを提訴した件、これの決着が次の予測です。
提訴からすでに丸1年が経過しているにもかかわらず、まだ一度も公判が開かれていないことから明らかなように、この裁判、まともに争えば確実に長期化します。そしてそれは原告も被告も望んでいません。なのでこの件はどこかのタイミングで和解に落ち着く可能性が高いです。そしてそのおおよその方向性もすでに見えています。この訴訟を陰で主導している全米レコード協会の会長ミッチ・グレイザーは次のような声明を出しました。音楽業界は AI を受け入れており、すでに責任ある開発者と協力しています。ただし、それが成功するのは開発者が私たちと協力する意思を持つ場合に限ります。スノやユーディオのようにアーティストの人生の仕事を無許可で商業的に利用するサービスは真に革新的な AI が持つ可能性を損ないます。ここで重要なのは原告側も AI 自体は肯定していることです。スノ・ユーディオが無許可で楽曲を利用していることが問題だと明言しており、この訴訟のポイントをはっきりと示しています。2025年6月に入って水面下で和解交渉が始まっているという複数の報道がありました。スノやユーディオもライセンス契約に前向きだと報じられており、すでに争点は金額面に絞られているようです。もしこの訴訟で和解が成立すれば、音楽業界、AI 業界双方にとってとてつもない朗報となるでしょう。音楽家は AI 学習に自分の作品を提供することで新たな収益源とすることができます。そして音楽家が AI 学習を拒否する場合はライセンス契約を結ばなければ良いのです。AI 事業者の方も胸を張って合法的にサービスを続けられるわけですから大きなメリットがあります。金額のすり合わせは決して難しくないと個人的には楽観視しています。AI 学習の素材とするためにはライセンス契約が必要となるという世界線。少なくとも音楽の世界においてはその実現はもうすぐです。動画制作ツールで圧倒的ナンバーワンのシェアを誇る Adobe Premiere Pro には制作中の動画の続きを生成 AI で生み出す機能がすでに実装されています。去年できなかったことがもうできてる。AI ではそれが日常茶飯事です。プロツールス、ロジック、FL Studio、Ableton Live など様々な音楽制作ツールにも Adobe Premiere Pro のような生成 AI 機能が続々と追加されていくでしょう。ロジックにおいてはすでに AI によるステム分離機能や生成 AI によるドラム、ベース、キーボードのリアルタイム生成機能などが実現しています。この流れは止められません。あらゆる音楽制作ツールにおいて AI による機能追加がこれから爆発的に増えます。結果的に多くのミュージシャンが楽曲制作において自然な形で AI に依存するようになります。そしてさらに踏み込んで積極的にスノやユーディオのような音楽生成 AI を利用するアーティストも出てくるかもしれません。そういった諸々が現実となったとき、最終的には次のような未来が待っています。GitHub の調査によると、ソフトウェア開発に AI を導入した効果として、面倒な反復作業を AI が肩代わりしてくれることで、開発者はより創造的でやりがいのある仕事に時間を割けるようになり、開発者の満足度やモチベーションにポジティブな影響があったことが報告されています。ここに AI の本質があります。真にクリエイティブな部分を担うのはあくまで人間なのです。極論すれば人間が学んでできることは AI にもできます。音楽を作ることは学べばできますが、ヒット曲を作ることは学んでできるというものではありません。AI がフル活用される時代こそ、ヒット曲を生み出す才能は相対的に今まで以上に価値が上がるでしょう。リック・ビアトという登録者500万超えの音楽系 YouTuber がいます。歯に衣着せぬ物言いが人気で、オートチューンのサウンドを嫌悪し、ヒットチャートの音楽をしばしば酷評する人物です。その彼が意外なことに自身の動画でスノで生成された曲を絶賛しました。Okay, so I have to say this, that the Suno is shockingly good. People are gonna like AI music. 僕も彼の意見に同意します。生成 AI を使って簡単に生み出せる音楽はどんなにクオリティが高くても価値が低下する運命にあります。それは生成 AI 自身がそのクオリティの音楽を大量生産してしまうからです。
生成 AI による音楽と差別化できるだけの独創性がアーティストに求められる時代になります。そのプレッシャーはヒットチャートのクオリティにポジティブな影響を与えるでしょう。こういった音楽の様々なトピックについて音楽コミュニティ極みでは月4回のライブ配信の中でいろんな曲を実際にかけながら語っています。このチャンネルのメンバーシップに登録いただければ誰でも参加できますので皆様のご参加をお待ちしています。音極道でした。